どうも皆さんこんにちは。ポケモンライフのりのです。なんと私は今北海道の室蘭市に来ています。どうして北海道にいるかというと、視聴者さんから1通のメールをいただきました。いただいたメールを要約すると、ダイヤモンドパールのストーリーを進めながらゲームの舞台の北海道を旅してほしいとのことです。すごく面白そうな企画だったので、信用地方のリアルポケモン旅に挑戦してみます。で、旅に行く前に企画を提案してくださった視聴者さんから荷物が届いたんですね。で、この中に旅に必要なものが入ってるらしいので、ちょっと開けてみます。いや、わざわざさ、可愛いポケセンの箱に入れて送ってくれて嬉しい。なんか1と2って書いてある袋が入ってる。多分1から見てほしいってことかな。お手紙だ。ちょっと読んでいきますね。リノさんへ、北海道室蘭市へのご到着お疲れ様です。リノさんがいる室蘭市は双葉タウンのモデルになった町です。なのでそこからゲームのストーリーを進めていただきます。今回はただストーリーをクリアしていただくだけではございません。縛りプレイをしながら旅を行っていただくので、ルールを説明させていただきます。ルールその1、ゲーム内のお金しか現実世界で使えない。宿泊費やガソリン代、食費などもゲーム内の所持金からしか使えません。自由にお金使えないのか。ガソリン代も込みだから結構節約しないと積んじゃいそうですね。ルールその2、現実世界で使ったお金とゲーム内のお金は連動する。例えばおにぎりを200円で買ったら、ゲームの世界でも200円を消費してください。消費の仕方はフレンドリーショップなどでモンスターボールや傷薬などを買ってください。ルールその3、ストーリー進行で次の街に移動するときは実際のモデルになった土地に行かなければならない。モデルになった土地は別紙の手紙に記載しているので、そちらを参考にしてください。やばいって。これ北海道めちゃくちゃ広いから時間かかるしさ、何よりガソリン代がすごいやばそう。これクリアできんのかな。ちょっと不安なんだけど。ルールその4、一度使ったポケモンセンターでは回復ができません。なのでポケモンセンターに行く際は慎重に考えてください。ルールその5、もしバトルに負けてしまった場合は所持金を0円にする。バトルに負けたら所持金を0円にしていただくので、ガソリンの入れ忘れなどには注意してください。ルールその6、ゲットできるポケモンはポケモンセンターで買ったポケモンフィットのみです。ポケモンセンターは札幌にあるので、寿シティに到着した際に購入してみてください。以上が縛りルールになります。こちらの縛りルールをこなしながら一度も負けずにクリアできた暁には賞金100万円をプレゼントさせていただきます。負けてしまったとしても殿堂入りできた場合は殿堂入りした時の所持金を賞金としてお送りします。無理のない範囲で挑戦してみてください。一度も負けずにクリアできたら100万もらえんの？いやでもさすがにこんな面白い企画考えてもらえて、そこまでしてもらっちゃったらちょっと申し訳ないけど、いやでも結構ね、縛りルールきつめだからそもそもクリアできるかわかんないよね。まあでもすごい面白そうなんで頑張ります。それから手紙以外に3つの袋が入っていると思います。その3つの袋には今回の旅の相棒になるポケモンが入っています。中身を見ないで1つだけ選んでください。旅の相棒になるってことはこの中に御三家が入ってるってことかな。面白い。こんな感じでね、数字が書いてある袋が3つ入ってます。どれにしようかな。ダイパのね、御三家の中ではポチャマが一番好きだからポチャマがいいんだけど、じゃあこれにします。どの子だろう。ヒコザルだ。めちゃくちゃ可愛い。ってことはやっぱりこの3つの袋御三家だよね。ちょっと全部開けてみよう。あ、ポッチャマだ。可愛い。やっぱり予想通り袋の中は御三家が入ってました。本当はね、ポッチャマが良かったんだけど、でもね、ヒコザルと一緒に旅を頑張ろうと思います。
無事相棒が決まったみたいですね。ポケモンフィットはリノさんにプレゼントするので可愛がってあげてください。では道中気をつけて旅をしてください。動画のアップロード楽しみにしております。だそうです。いやー、クリアできるかなこれ。そうだな。でも気をつけなきゃいけないのは、バトルで負けると所持金全部没収なんで、こまめにガソリン入れないとね、移動できなくて積んじゃいそうだから、そこはちょっと気をつけないといけないですね。優先順位つけるとしたら、ガソリン代、あとは電力、ポケモンフィット、で最後に食事かな。でも、まあ最悪に1日1食でもいけると思うんで、ちょっと切り詰めて頑張ります。多分 YouTube 史上一番過酷な縛りプレイになると思うんで、頑張ってクリアしたいと思います。じゃあゲームを始める前に、今宿津展望台って場所に来てるので、双葉タウンのモデルになってる室蘭市を見てみます。結構ね、小高いところまで来たから、いい景色見れるんじゃないかな。宿津公園展望台からは室蘭市を一望することができます。展望台から周りを見渡してみると、緑色の屋根のお家が木々に囲まれていたり、水辺も近くにあるので、双葉タウンに少しだけ似ていて嬉しかったです。ゲームのモデルにはなっていませんが、白鳥大橋や大黒島を見ることができます。相棒のヒコザルとリアルポケモン旅のスタートです。ゲームのマップを見てみると、ここが双葉タウンです。北海道の地図と見比べてみると、位置的にもほぼ室蘭市と同じですね。車内でゲームをやる方法なんですけど、この大型ポータブル電源から給電してゲームをプレイします。ゲーム画面を録画するために、携帯モードでは遊べないので、スイッチ2をドックに挿して、キャプチャーボードとスイッチ2を HDMI ケーブルで接続します。最後に USB-C でパソコンとキャプチャーボードをつなげば、画面録画をしながら運転席でプレイできるようになったので、ゲーム実況部屋の完成です。じゃあ、ズームできたんで早速プレイしてきます。懐かしい。こんな感じだったね。3年くらい前に一度プレイしてるんですけど、もう結構ストーリー忘れちゃってるんで楽しみだな。お。さっきジュンくんがあなたを呼びに来たわよ。あ、この時のライバルジュンだったんだ。最近ポケポケでしか見てないけど、どんな子だったっけね。そうだ、リノ。草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。自分のポケモンを持っていれば大丈夫なんだけど。めちゃくちゃ不利じゃん。ジュンの家どこだろう。あ、そうだ。その前に、所持金いくらなのか確認してみよう。5000円もある。これだけあれば結構ガソリンとか大丈夫そうだね。よかった。じゃあ、ジュンちは隣かな。全然違うおばあちゃんち来ちゃった。じゃあどこだろう。この家ポストあるし、なんかでかいからここかも。なんだってんだよ。ってリノか。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。いいか、リノ、遅れたら罰金100万円な。癖強。こんな感じだったっけ、ジュンって。なに忘れ物。癖強。ジュンのママかな。リノちゃん、ジュンを呼びに来たの？あの子ったら今出て行ったのにすぐ戻ってきちゃったわ。本当にじっとしてないの。誰にいたのかしら。ねえ、パパにいたのかね。バッグと冒険ノートを持っていくか。リノ。湖に行くぞ。道路で待ってるから遅れたら、罰金1000万円な。さっきよりめっちゃ増えてんじゃん。そういえばポケモンってパパ出てこないよね。なんでなんだろう。だいたいみんな片親だよね。こっちで合ってるかな。オッケー、いた。
なあなあ、さっきのテレビ見ただろ？赤いギャラドスを終え、湖に現れた怒りのポケモンの謎。俺さ、思ったんだよ。あの湖にも、あんなポケモンいるはずだって。だからさ、俺とお前でそいつを見つけに行くんだよ。ポケモン持ってないのにギャラドス探しに行くの？どうすんだろう？宍道湖のほとり。この先宍道湖、気持ちを表す湖。あ、じゃあ、ここまでかな？今できるのは。確かさっきの手紙に宍道湖のモデルになってる場所が書いてあった気がするんで、一旦片付けて移動の準備します。宍道湖のモデルになってる洞爺湖っていう湖がこの近くにあるみたいなんで、これから行ってみます。宍道湖のモデルになってる洞爺湖の近くのサイの展望台に到着しました。それじゃあせっかくなんで展望台から洞爺湖を見に行ってきます。すごい。うわ、めちゃくちゃ綺麗に見える。洞爺湖の面積は約70平方キロメートルで、東京ドーム約1500個分の広さです。宍道湖と同じく真ん中に大きな島もあります。もしかしたらこの島にもエムリットがいるかもしれませんね。車へ戻る途中にカフェを見つけました。480円のソフトクリームは食べたかったんですけど、今はあんまりお金が使えないので、今回は我慢します。いやー、洞爺湖めちゃくちゃ綺麗だったし、もうここからの見晴らしがね、本当に最高でした。それじゃあね、ゲームの世界でも宍道湖に移動します。よし、じゃあ再開します。よし、湖。赤いギャラドス見つけるぜ。ねえ、いるかな？なんだ？博士、向こうも変わったことは何もないみたいですよ。そうか、気のせいかもな。どうも昔と何か違うようだが。まあ、この湖が見れただけでよしとしよう。後期、では戻るとするか。それよりも4年ぶりの信用地方は、どんな感じですか？4年ぶりなんだ。この人博士だけど、ずっといるわけじゃないんだね。失礼、通らしてもらうよ。なにちょっとごめんね。行っちゃった。なんだ今の二人。あれリノ、ちょっと見に行こうぜ。なになんだよ、草むらに入るなってか？平気。ちょっとならポケモンだって出てこないって。いやー、ちょっとでもね、出てきちゃうんだよね。カバンだ。さっきの人の忘れ物だな。どうすりゃいいんだ？届けてあげんのかな？ほら出てきちゃった。だから言ったじゃん。なんだってんだよ。なんだってんだよが多分好きなんだね、ジュンは。これでポケモンもらうのか。じゃあ私はヒコザルをさっき選んだので、ここでもヒコザルを選択します。ヒコザルどれかな？これだ。小猿ポケモンだって、かわいい。初バトルだ。いけ、ヒコザル。早くニックネームつけたいな。じゃあ、引っかくで。半分入った。
下げられちゃったから次じゃ落とせないかな。やっぱ落ちなかった。さすがに全然効かないね。オッケーオッケー。完全に無駄吸収だけど、でもラッキー。うわぁ、お前のヒコザルすごかったな。だけど俺のポッチャマの方がもっともっと強かったけどな。じゃあポッチャマにしたんだね。そのポケモン使っちゃったけど大丈夫だよな。やばい、そこ割れた。よかった、カバンあった。博士に怒られるところだった。気づいちゃったよね。ポケモン使った？うわ、博士にどう説明しよう。このカバンは博士のだから持っていくからね。なんだあいつ。口悪いな。リノ、とりあえずここから出ようか。さっきので俺のポケモン傷ついちゃったし。いや、もう俺のポケモンってね、行っちゃってるから離れらんないよね。でも大丈夫だ。多分くれるから、このポケモン。お前先に行けよ。ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど、もうちょっとこいつと一緒にいたいっていうか。だよね。もうこのままバレないうちに帰ろうよ。全然いた。さっきの人たちだ。俺たちのこと睨んでないか？ダメか。後期から聞いたがポケモンは使ったそうだな。水玉へ。やだ！見せない！やだ！やだやだ！そういうことか。後期、研究所に戻るぞ。さすがにこのままポケモン奪われたらストーリー進まないからね。大丈夫そうだね。後で研究所に来た方がいいかもね。じゃあまた。なんだ今の、怒るなら怒ればいいのに。それにポケモン返さなくてよかったのか？リノ、俺たちも帰ろうぜ。ねえ、このまま帰っちゃおう。ママただいま。今日ね、なんかね、ムックルに襲われたの。でね、人のポケモンパクっちゃった。で、なに？そんなことがあったんだ。でもあなたもジュン君は無事でよかった。いや、ママ優しすぎでしょ、さっきの内容聞いてね。有名な博士なんだね。あと怖いって噂も。顔怖かったもん、あのおじさん。きちんと説明をするためにマサゴに行くべきね。大丈夫、きっと分かってもらえるわよ。本当？そうだ、リノ、これを履いていきなさいよ。ランニングシューズをもらった。オッケー、早く走れるんだ。ママかわいいね、性格。じゃあ、とりあえず、マサゴタウンに向かえばいいのかな？多分さっきの逆方向だよね。じゃあ、一旦ここで止まっておいた方がいいのかな？これからマサゴタウンに行くんですけど、お手紙を見た感じ、マサゴタウンのモデルになってるのが苫小牧市らしいんですね。なので、これから実際苫小牧市に向かうんですけど、その前にマサゴタウンに入る直前までゲーム進めようと思います。よし、じゃあ行くぞ。野生のポケモンだ。なんだろう。かわいい、リッパだ。じゃあ、レベル上げも兼ねて戦っていこうかな。でもポケセンに好きな時に行けるわけじゃないから、PP が枯渇する可能性あるんだよな。そうなったら積んじゃうから、この後は野生のポケモン戦わないでおこうかな。毎回戦ってたら結構時間もかかるしね。レベル2のビッパですらね、結構時間かかるからな。レベル上げはトレーナーとのバトルだけでもね、多分いけるよね。野生出てきちゃったけど、ここは逃げちゃいます。こっち行けなかった。じゃあ、こっちから回って、
あ、ちょっと入っちゃった。じゃあこの後はマサゴタウンなんで、一旦片付けちゃいます。じゃあちょっとだけマサゴタウンに入っちゃったので、私も移動しようと思うんですけど、なんか今調べてみたら、こっからね、2時間ぐらいかかるみたいなんですよね。いや、移動時間結構やばいな。まあでも運転はね、大好きなんで気をつけて安全運転できます。201番道路は室蘭本線がモデルになっているってお手紙に書いてあったので、今運転しているところが201番道路みたいです。今、苫小牧市に来たんですけど、調べてみたら、政子町っていう町が本当にあるみたいなんで、そこに来たんですね。なんですけど、なんか工業地帯しかなくって、本当にね、車止められる場所が全然ないんですよね。ちょっと、ナビ見てもらいますね。ほら、政子町って書いてあって、でね、この先行ってももう海で陸終わっちゃうし、で、これまで通ってきた道もね、もう本当になんもないんですよね。車から降りて動画を回してるんですけど、周りには海と工業地帯しかありませんでした。さすがにここはゲームのモデルとかけ離れているので、苫小牧駅に行ってみます。JR 苫小牧駅に到着しました。車は駅近くの駐車場に停めることができました。60分200円なので結構安いですよね。駅前はこんな感じになっていて、特に政子タウンに似た様子はありませんでした。ただ、駅前に生えている大きなこの木は、なんと七かまどという木です。七かまど博士の名前はこの木が由来になってるんですね。季節によっては赤い実がなったり、葉っぱの色が変わって紅葉も楽しめるみたいです。また、フィギュアスケートやスピードスケート、アイスホッケーなどの銅像も駅前に設置されていたんですけど、苫小牧市はスケートの街と呼ばれているそうです。ゲームのマップを見てみると、ここが政子タウンです。実際の北海道の地図と見比べてみると、ほぼ同じ場所にあります。駅の周りを歩いていたら、無料給水スポットを見つけました。今はなるべく節約したいので、もともと持っていた無印のボトルにお水をもらっていきます。よし、戻ってきました。モデルになってる政子タウンに似てる場所は特になかったんですけど、でもね、すごい静かな場所で、時間がゆったり流れてる感じがいいなって思いました。それじゃあゲームの中では政子タウン探索しようと思います。じゃあ再開します。お。待ってたよ、こっちに来て博士が待ってる。ここがポケモン研究所、中で、おうおうおう。いつも飛び出してくんね。あのじいさん怖いというかむちゃくちゃだぜ。まあいいや、俺行くよ、じゃあな。おい、ちょっと。怖いって何されちゃったんだろう。どうもこんにちは。何？やだ、見せない。やだ。なるほど。ポケモンなんだか嬉しそうにしておる。わかった。彦空は君にプレゼントしよう。お、やったー。つけるニックネーム。何にしよっかなー。よし、決めた。名前はね、彦丸にします。そのニックネームでいいのかね？なんで変だった？可愛くない？私が見たところ、君とポケモンとの間にわずかながらも絆を感じる。彦皿は君に任せようと思うのだ。おー、やった、ありがとう。そっか、ポケモン使って悪いことする人もいるもんね。おほん。さて本題だ。君に頼みたいことがある。私の名前は七かまど。ポケモンの研究をしている。新大地方にはどんなポケモンがいるのか、すべてを知っておきたい。そのためにポケモン図鑑に記録していく必要がある。
ポケモン図鑑を託すから信用地方にいるすべてのポケモンを見てくれ。いいよ。いい返事だ。おー、ポケモン図鑑をもらった。ポケモン図鑑には君が出会ったポケモンを自動的に記録していくハイテクな道具だ。リノはいろんなところに行ってすべてのポケモンに出会ってくれ。でもいろんなポケモン見つけたいとこなんだけど、私あんまり草むらに寄らないから、全然見つけられないかも。ごめんね。いろいろ教えてあげるから僕についてきて。案内してくれんだ。ここがポケモンセンター。縛りがあるから好きな時にポケセン行けるわけじゃないんだよね。こっちがフレンドリーショップ。ここはね、結構使うことになりそうだね。ポケセンいけないから、傷薬とかたくさん使うことになるかな。ポケモン図鑑を作ること家の人に言っておいたら？またママのとこ戻るってこと？でもちょっとそれしんどいから、またそのうち寄ろうかな。じゃあねー。じゃあ次やること確認しとこう。冒険に出ることをママに伝えよう。じゃあ、このまま双葉ターンまた戻るってこと？無理だよ。結構距離あるよ。いやー、この縛りルールめっちゃきついなー。また双葉ターンに戻るみたいなんで、双葉ターンのモデルになってる室蘭市にこれから向かうんですけど、いやー、1時間半かー。現実世界だとさ、結構遠いんだけど。仕方ない。ちょっと室蘭にこれからまた戻ります。その上に料金が表示されます。室蘭市に向かう途中で、博士の研究所に似ている建物を発見しました。今は廃業してますが、昔はホテルとして営業していたそうです。では引き続き室蘭市に向かいます。室蘭市の道の駅に到着しました。ちょっとね、運転して疲れちゃったんで、お手洗い休憩と、あとそれからちょっとお散歩もね、行ってこようと思います。夕焼けめっちゃくちゃ綺麗。結構ね、朝早くから撮影始めたんですけど、気づいたらすごい夕方になっちゃってました。ちょっと歩かないとね、この名所工具になっちゃうんで、海辺をね、お散歩してこようと思います。室蘭市の道の駅、三田室蘭に来ました。ちょうど夕暮れの時間だったので、タイミングよく日の入りを見ることができました。今日一日の疲れが吹っ飛んじゃうくらい綺麗で、とっても癒されました。散歩してリフレッシュできました。ちょうどね、日が沈む瞬間を見れたのはね、めちゃくちゃラッキーでした。それじゃあゲームの世界でもマサゴタウンから双葉タウンに移動してこようと思います。じゃあ再開します。ゲームの中もすっかり夕方になっちゃったね。まずは苫小牧駅の駐車料金の精算をね、します。じゃあ駐車料金が200円だったから、何にしよっかな。じゃあ麻痺直しにします。よし、オッケー。じゃあこれで精算できたんで、じゃあこの後は実家にね、帰ろうと思います。いやー、ゲームの中だと本当に一瞬なんだけどな。そういえばこの上側ってなんかあんのかな。ちょっとブロックの操作が難しい。めっちゃ使っちゃう。特になんもないんだね。よし、じゃあ戻ろう。ママただいま。お、ラッキー。ポケセン行ってないのに回復してもらっちゃった。
なんかね、ポケモン勝手にもらっちゃった代わりにポケモン図鑑作れって言われた。ママ応援しちゃうから。いいものがあるから持っていきなさい。冒険ノートを手に入れた。冒険ノートってなんだろうね。あなたが冒険する中で気になったこと、疑問に思ったことが書かれているはずよ。いいの冒険の旅。しかも一人じゃなくてポケモンと一緒でしょ？ママが行きたいくらい。なんかママは一人で置いてくのかわいそうになっちゃうね。パパどこにいるんだ？時々帰ってこよう。ちょっと厳しいかもしれないけど。お？あれ、ジュンのママだ。お届け物を手に入れた。これをジュンに渡せばいいんだね。オッケーオッケー。寿シティに向かってると思うけど、ジュンのことよろしくね。じゃあ次は寿シティ向かうんだね。大事なもの忘れてるわよ。なんだ？あ、かわいい帽子かぶってる。あ、これママにもらったんだね。帽子がよく似合うわね。じゃあ行ってらっしゃい。ママ行ってくるね。気をつけて行ってくるから元気で待ってて。よし、じゃあこの後はね、寿シティに向かおう。ちょっとお金も稼ぎたいから、誰か戦えないかな。この人は、全然違った。このお姉さんは？フレンドリーショップの店員さんだって。あ、傷薬くれんだ。やったー、ラッキー。300円浮いちゃった。待って、そっか。寿シティに行くにはマスゴタウン通らないといけないのか。じゃあまた苫小牧に戻らなきゃだ。きっつさっき室蘭に来たばっかりなんですけど、でもゲームでまたマサゴタウンに戻ったので、私も苫小牧に移動します。いやー、また1時間半か。きついな。もう夜になっちゃったし、今日ここで休憩してもいいかなと思ったんですけど、でもスタート地点からね、全然移動できてないっていうのは、ちょっとあれかなと思ったんで、ちょっと最後ね、もう一踏ん張りして、今日は苫小牧で休憩しようと思います。よし、じゃあ片して移動しよう。北海道はこんな感じで街灯がないところもあるので、夜の運転はめちゃくちゃ怖いです。道の駅に向かう前に温泉に行きました。今日は湯飲みの湯でお風呂に入ってきます。ジャグジーや露天風呂もあったので、長時間運転の疲れを癒します。料金も600円で安かったので、すごい助かりました。苫小牧にある道の駅に到着しました。もうすっかり夜遅くなっちゃったんで、今日はここで休憩させていただこうと思います。さっきここに来る間にガソスタで給油をしてきました。スタートした時は満タンから始めたんですけど、もう今日めちゃくちゃ走り回ったからすごい減っちゃってたんですよね。なんで、とりあえず2500円分給油してきたんですけど、満タンにはなんなかったけど結構入ったんで、明日ね、寿シティのモデルになってる札幌に行く分には問題ないと思います。それでは自分には8泊モードにします。準備できました。それじゃあさっきセイコーマートで夜ご飯買ってきたんで食べたいと思います。いやー今日初ご飯だよ。めちゃくちゃお腹空いた。
なるべく食費も抑えたかったんで、今日はパスタにしました。今日はチキンたっぷりペペロンチーノにしたんですけど、なんとお値段は159円です。チキンも結構入っていてコスパもいいので、この旅ではセイコーマートにお世話になることが多そうです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。本当はね、これだけじゃ全然足んないんですけど、でもね、なるべくお金を抑えたいんで、ちょっと最初はこれで我慢しようと思います。それじゃあ、苫小牧に移動してきたんで、ゲームの中ではマサゴタウンに移動します。じゃあ、まずは、さっき使ったお金を生産していきます。じゃあ、ガソリン代が2500円使ったので、じゃあ、モンスターボールを12個で2400円分消費して、で、あとは毒消し100円で、これで全部で2500円だね。で、あとお風呂が600円だったので、傷薬が2個。あとはパスタが159円だったから、四捨五入して200円消費します。オッケーオッケー、生産完了。あと4500円残ってるから、まあ大丈夫そうだね。202番道路。あ、またこう聞いた。生き物捕まえ方のコツ、もうバッチリ分かってるのかな？うん、もう大丈夫だよ。ありがとう、バイバイ。じゃあ、この上に行けばいいのかな？お、初めてのトレーナーとバトルだ。じゃあちょっとここでお小遣い稼ぎしよう。こんな少年からお金を巻き上げるのはね、ちょっと忍びないんだけど。お、相手もレベル5か。お、結構強いな。あんま入んない。結構強いぞ。おー、強い強い。まあでもさすがに負けないでしょ。うわ、危なあ。よかった、倒せた。こんな少年に100万円チャレンジ失敗外れちゃうとこだった。いやー、ちょっとこれレベル上げしとかないとまずいかもな。おー、火の粉覚えた。いいね、いいね。さあ、この子はいくらくれるかな？おー、380円だ。この縛りルールでやるまで気づかなかったんだけどさ、ポケモンってカツアゲしていくゲームなんだね。いやー、とりあえず回復しとこう。いやー、危なかったなー。危うく100万円チャレンジ失敗しちゃうとこだった。ちょっとさすがにこの感じだとね、すぐ負けちゃいそうなんで、草むらでレベリングしていきます。よし、レベル7になった。とりあえず7レベルなら大丈夫かな。一旦回復しとこう。こまめに回復しとかないとね、さっきみたいにピンチになっちゃうから。お、いたいた。この女の子は強いのかな？あ、2匹も持ってんだ。でもレベル上げたから多分大丈夫。お、3レベルじゃん。なら余裕だね。よし、勝てた勝てた。この子はいくらくれるかな？お、348円。ありがとう。お、380円。この辺の子たちはだいたいこれくらいの金額くれるんだね。じゃあとりあえず回復して。いや、結構コリンク強かったな。この子はバトルできるわけじゃないんだ。おー、傷薬ゲット。ラッキー。じゃあ、この先が寿シティっぽいから、今日はね、ここまでにしときます。それじゃあ、この先は寿シティなんで、明日は寿シティのモデルの札幌に移動します。札幌にはね、ポケモンセンター札幌があるんで、そこでポケモンフェット買いたいですね。
小猿1匹だとずっと厳しいと思うんで、ムックルとか、あとコリンクとかが欲しいですね。そう、あと進化の時のために、モカザルもね、買わないといけないしな。でもそもそもね、ポケモンフィットが売ってるかがわかんないんですよね。いや、結構ギャンブルだな。そうだそうだ。今日1日使ってポタテの残量がどれぐらいになってるかちょっと見てみようと思います。1日で 100% から 82% になっていました。あんまり減っていなかったので、明日はまだ充電しなくても大丈夫そうです。今日本当に1日疲れました。スタート地点の室蘭からね、苫小牧ってそんなに距離離れてないんですけど、でもね、洞爺湖行ったり、室蘭と苫小牧を往復したりとかで、初日からこの旅の鬼畜さをね、実感させられましたね。でもね、本当に北海道涼しいんで、車中泊がね、快適ですごい嬉しいです。よし、じゃあまた明日に備えて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。昨日の夜はね、涼しくて本当に寝やすかったんですけど、朝になったらやっぱめちゃくちゃ暑くなっちゃったんで、ちょっとね、思ったよりも早く起きちゃいました。それじゃあ札幌に向かうんですけど、ここからはだいたい1時間半ぐらいかかるみたいです。それじゃあ気をつけて向かいます。202番道路は千歳付近みたいなので、この辺りがゲームの中の202番道路と同じ位置みたいです。札幌駅の地下駐車場に到着しました。それじゃあポケモンセンター札幌で買い物をして、あとせっかく札幌来たんで、駅周辺も散策してきます。ゲームのマップを見てみると、ここが寿シティです。実際の北海道の地図と見比べてみると、こちらもほぼ同じ場所にありますね。札幌駅前は高い建物がいっぱいあって、寿シティそっくりです。ポケッチカンパニーに似た大きなビルもありました。寿シティには噴水もありますが、駅から10分ぐらいのところにゲームの世界と似た噴水も見つけることができました。テレビ寿のモデルになっている北海道テレビもあります。ゲームと同じでかなり高い建物ですね。有名な時計台を見に行ったのですが、見た目がトレーナーズスクールに似ていたので、時計台をモチーフにしたのかなと勝手に妄想していました。続いて北海道庁に来ました。皆さん、この建物をどこかで見たことはありませんか？正解はレジェンズ・アルセウスに出てくる銀河団本部です。ゲームの世界そっくりでめちゃくちゃ感動しました。残念ながら改修工事中で中には入れなかったので、いよいよポケモンセンターに向かいます。ポケモンセンター札幌に到着しました。新商品のメガ進化ポケモンたちの販売が開始されています。全部欲しいけど今日は我慢ですね。新商品のポケモンスケールワールドのルギアがめちゃくちゃかっこいいです。14000円もするので、クリアしたら両方欲しいな。他にも可愛いポケモンのぬいぐるみがたくさんあるので、全部欲しくなってしまいますが、お目当てのポケモンフィットコーナーに行きます。ヒコザルの進化ポケモンの在庫があったので、とりあえず一安心です。目当てのものが買えました。中身は車で紹介します。
買ってきました。ポケモンフィットのモーカザルと、それからコリンクと、あとね、先を見据えてカーナクスも買ってきました。で、コリンクは6種類売り切れだったんで、次来る時までにね、再入荷してたらいいな。それじゃあゲーム進めていきます。ことぶきシティに入る前に、コリンクのフィットが買えたので、ちょっと捕まえに行こうと思います。いやー、すぐ出るといいな。残念、ムックルでした。やっと出た。かわいい。一発攻撃しても大丈夫かな。オッケーオッケー、ちょうどいい。じゃあ、モンスターボール。よし、行け、捕まれ。どうだ？おー。やったー、クリンクを捕まえたぞ。やったー、レベルも上がった。挑発を覚えた。いいね、いいね。じゃあ、ニックネームは、コリマルにします。よろしくね、コリマル。じゃあ、コリンクもゲットできたんで、ことぶきシティに入っちゃいます。また後期だ。どれだけポケモン捕まえた？もっと捕まえた方がいいよ。いやー、捕まえたいんだけどね、そういうわけにもいかないのよ。トレーナーズスクールがあるんだ。リノも行くといいよ。さっきジュンも言ってたっけ？またねー。じゃあさっきポケセンで使ったお金を生産しに行きます。ポケモンフィットが3つで4180円なんで、四捨五入して4200円消費します。傷薬めっちゃ増えたから安心だね。オッケー、じゃあ生産できたから町に戻ろう。待って、駐車料金のこと忘れてた。残高が1408円でしょ？足りるかな？ちょっと料金調べてきます。心配になって調べてみたら、今の料金が1500円でした。で、今所持金が1408円しかなくて少しだけ足んないんですよ。だからバトルしてお金稼ぎます。じゃあ一旦、ジュンがいるみたいだから、トレーナーズスクール行ってみようかな。これかな？あったあった。ジュンいた。じゃあもしかしたらバトルになるかもしれないから、一応回復しとこうかな。ジュン忘れ物持ってきたよ。お前も勉強か？俺なんか黒板に書かれてることバッチリ覚えたぜ。スクールだからいろいろ教えてくれるんだね。届け物を渡した。なんだこれ。タウンマップ入ってたんだ。やった。タウンマップをゲット。次は黒金シティに行くんだね。ジムもあるんだ。へー。もう行っちゃった。じゃあ次の街が初めてのジム戦だね。このお姉さんは戦えないかな？精神っぽい感じか。じゃあこっちのことと戦えるかな？ポケモン勝負してもいい？もちろん。何出してくんだろう。ちょっと塾帰りの子からお金もらうの申し訳ないけど、今ね、お金足りないんで手加減なしでいきます。もしかケイシ B が低いから、火の粉じゃなくて、引っかくでいきます。チャージビーム。大丈夫だよかった。足上がっちゃったよ。めっちゃ入った。これなら勝てそう。もう一回チャージビーム。急所やめて、急所やめて。よかった。オッケー。逆にこっちは急所に当たっちゃった。よし、じゃあいくらもらえるか。408円。とりあえず駐車場代は大丈夫そうだね。隣の子も戦えそうだから戦っちゃおうかな。
よし、オッケー。この子はいくらかな？お、この子も408円だ。よかったよかった。お、隣の彼から技マシンもらえるって。技マシン銃を手に入れた。銃ってなんだろう。あ、振り立てるか。でも旅パでは使わないかな。まあもしかしたら使うかもしんないからありがとね。じゃあこの後は駐車料金払いたいからフレンドリーショップに行こうかな。なんか知らない人に声かけられた。ポケッチ？あ、それを作ってる人なんだね。ピエロを3人見つけるとポケッチをプレゼントしてくれるんだって。でも今一旦駐車料金払いに行かないといけないから、ちょっと待っててね。じゃあちょっと料金上がっちゃう前にそれで払ってきます。利用券ありがとうございました。いやー、駐車料金なんとかなってよかった。出れなくなっちゃうとこだった。そしたらこの次は黒金シティに向かうんですけど、その舞台になっている夕張市へ向かいます。ありがとうございました。いよいよ黒金シティに到着したりのちゃん。ゲームの世界とそっくりな炭鉱博物館があったけど、そこにはなんとクマさんがジムリーダーにもレベル上げしないで彦猿で挑戦してるし大丈夫なの。次回コリンク置物になる